はい、どうも皆さん、こんにちは。久しぶりにゆっくり話そうと思います。最近、ネイティブのね、速度の動画ばっかり上げてたので、ちょっとゆっくり話す動画を作りたいと思います。で、今回は完璧主義についてちょっと語りたいと思います。皆さん、自分のことどう思いますか？完璧主義ですか？私はめちゃくちゃ完璧主義でした。昔完璧主義だったんですけど、今はそこまでないですね。で、日本語を勉強するとき、何でも言語を勉強するときに、完璧主義ってあんまり良くないんですよ。あんまり良くない。理由が、その、言語の目標って話すことじゃないですか。伝えたいことを伝えること。それができなくなっちゃうんですね。話すことが苦手になる。で、昔私がそうでした。めちゃくちゃ勉強したんですよ。文法とか単語とか。なんだけど、知識はあったけど、話せなかったんです。その、リーディングとかリスニングは点数かなり高かったですね。自分の点数の説明のところには、この人はある程度流暢な英語を話せますって書いてあったんですけど、そのテストはリスニングとリーディングのテストで、その時の私は全く話せませんでした。で、完璧主義だったので、いっぱい準備をしたら、いっぱい、スラスラ話せるだろうなって思ってたんですけど、実際に話し始めると、もう全然言葉が出てこないっていうのになりました。この経験ある人いませんか？どうですか皆さん。で、これで本当に喋れるのかなと思ってたんですけど、ある機会があってフィリピンに行くことになったんですね。フィリピンに行った時に英語の学校に行ったんですけど、その時に一人で行ったんですよ。全部一人で飛行機乗って行ったんですけど、本当にその飛行機乗る時とか飛行機の中でやっぱ英語を話すじゃないですか。最初めっちゃドキドキしました。でももう飛行機に乗ってしまって英語を使わないといけないからには使うしかないので、そこで英語を使いました。だからアップルジュースくださいみたいな。Could I get an apple juice? って言いましたね。わかんない。こんな綺麗に言えてなかったかもしれないですけど、そんな感じでドキドキしてました。最初話すとき。ちゃんと伝わるかなとか、すごくドキドキして完璧主義すぎて。でも、実際にフィリピンに行って、その完璧主義はどんどんなくなりました。だから、皆さんに伝えたいことは、完璧主義を直すのは、行動して日本人と喋ることかなと思います。気まずい雰囲気になることは当たり前です。絶対に気まずくなります。なので、その気まずい雰囲気を、なんて言うんですか？経験してください。気まずい雰囲気を経験してほしいんですね。で、それに慣れてくればいいんですよ。それに慣れた時に完璧主義は減ると思います。なくなると思います。完全にはなくならないんだけど、日本語を喋るっていう時に完璧主義は減るのかなと思います。実際に私の生徒で最初は日本語を話すことがすごく怖かった人がいるんですね。でもその人は私のことをすごく信頼してくれて、で、それで完璧主義なんだけど
どんどん日本語を話す回数も増えて、で、最近言ってくれたのが、ゆうすけ先生とのレッスンは緊張しません。自信がありますって言ってくれたんですね。すごい嬉しかったです。信頼されてるっていうのもそうだし、私が一番嬉しい時、やりがいを感じる時っていうのは、誰かが成長してくれる時です。大きな成長をしてくれる時、気持ちの部分であったり、日本語の成長もだけど、その完璧主義の人のマインドを変えることができた。すごく嬉しかったです。なので、完璧主義で日本語を話すのが怖いって人は、挑戦するしかないと思います。勇気を振り絞って日本語を話しましょう。日本語を話す相手を見つけるとか、私でもいいです。今、無料でトライアルレッスンをしているので、もし挑戦してみたいという人は、無料のトライアルレッスンを予約してみてください。それで、もしレッスンがいいなって思ってくれたら、私の生徒になってもいいですし、全然やっぱりまだ勉強したいって思うんだったら、トライアルレッスンだけ受けて、レッスンは予約しなくてもいいです。私は本気で心から皆さんにその自信をつけてほしいと思ってます。日本語を話すことってめっちゃ怖いんですよ、最初。特に真面目で完璧主義な人は怖いんですけど、その最初の壁を越えたとき、日本語を話すことがすっごく楽しくなります。本当に楽しくなるので。そうすると、もう、すごく急に日本語の能力が伸びると思います。なので、ぜひ興味がある方は私の体験レッスンだったり、友達の日本人でもいいですし、何か日本の人と話す機会を自分で作ってほしいなって思います。はい。完璧主義であることは別に悪いことじゃないと思うんですよ。しっかりと準備をするっていうことだと思うので、ただ、言語の勉強っていうのは間違いをたくさんすることなんですね。間違いをたくさんして、そこで勉強するのが言語なんですよ。だから、間違えるのが当たり前なんだっていうような準備をしないといけないです。頭の準備、心の準備。なので、それができるようにしてください。私は今、レッスン中に英語を自信持って話してるんですけど、全然間違えます。全然レッスン中に間違ったことを言ったりするんですけど、でもそれはもう昔だったら、やばい、間違えちゃったってなってたと思うんですけど、今は間違えることは当たり前だっていう考え方があるので、全然気にしないです。ちょっと気にしますけど、まだ完璧主義なので、少しだけね。ただ、皆さんにはやっぱり日本語を喋る楽しさっていうのを見つけてほしいと思います。せっかくたくさん今まで勉強してきた人とか、日本語検定に合格した人とか、次は日本語を道具として、言語として使ってほしいなって思います。今回の動画はここまでになります。あと1万人最近突破しました。ありがとうございます。本当に感謝してます。なので、今後も頑張っていきたいと思っています。あとは今回の動画どうでしたか？結構ゆっくり喋ったと思います。今まですごく早く話していたので、コメント欄で教えてくれたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。